こんにちは。俺の名前はシン。これはばらつきを扱う秘伝をオープンにする8回目の動画だ。今まで様々なデータから分布を作って、その分布相互の演算や比較を行うことで、ソフトやハードの設計において従来の数値演算では一括りに誤差として扱われてきたばらつきを確率的に表現することで精度よく設計できることを示してきた。これからは分布による演算を積分に拡張することで微分方程式の解やシミュレーションのやり方について提案していく。その分布演算による積分を定義するために簡単な例として時系列演算を行うための差分法による時間積分について説明する。ここでは初期位置 x と速度 v が分布で与えられている場合に位置の時間変化を求める最も簡単な例としてこのような方程式の解を求める。これは差分法に展開するとこのようになる。現在位置 xn と速度 vn からデルタ t 秒後の位置 xn 足す1を求める式はこのようになる。求めた xn 足す1を xn に置き換えて同じ演算を繰り返し行うことで時系列演算を行うことができる。ここでは xn、vn のベクトルを分布に置き換えて分布演算として解を求める方法を説明する。もちろん時系列演算を行う場合、単純な分布演算では正しい解が得られない。4回目の動画で説明したように、位置と速度の間に存在する特殊な相関関係を考慮することが前提である。同様に分布を扱うとき、時系列演算の方法として、モンテカルロシミュレーションや確率仮定における伊藤積分という方法がある。初回の動画で説明したように、モンテカルロシミュレーションは xn や vn を変動させて繰り返し演算を行うことで結果の分布を求めるが、演算過程の組み合わせ情報が考慮されているわけではないので、結果の分布は保証されないし、多くの場合、どんなに演算の繰り返し回数を増やしても、形状が変動して安定しない。伊藤積分のような確率仮定では分布のすべての情報を反映できる場合があるが、それはランダムウォークのような特殊な分布に限られるし、分布を扱うための専用の方程式を作成する必要がある。どちらにしても従来の数値演算では一般的な分布を扱うには精度限界がある。ここではヒストグラムベースの任意形状の分布を使って演算ごとに最も確からしい結果を求める分布演算を使った積分を定義することで既存の方程式のベクトルをそのまま分布として扱う分布解の求め方を説明する。この差分法に展開した式の xn と vn を分布に置き換えるとこのようになる。この演算ができれば分布による時系列演算が可能となる。ところが、この右側の項は簡単には求まらない。この xn×δt とは、δt の逆数項の和が v になる分布のことだ。これは4回目の動画でも説明したように、ある分布を分割した分布の和を求めても元の分布にはならない。したがって、この分布を求めることはできない。δt で分割した分布から分布前の元の分布の形状を再現することはできない。そこで xn たす vn である1秒後の分布から δt 秒後の分布を推定する。具体的には現在の分布 xn から1秒後の分布 xn たす vn へのモーフィングを行い、そのモーフィング途中の δt だけ変化した分布を作成する。これは分布の等高線を特徴とした特殊なモーフィングを行った場合に、これを δt の逆数回繰り返すと1秒後の分布と近い分布が得られる。したがって δt 秒後の分布 xn たす1は xn から xn たす vn までモーフィングを行う途中の δt だけ変化した分布とみなしてよい。これは実際の分布で積分演算を行った例を示す。初期位置の分布を x0、速度の分布を v とすると、単位時間である1秒後の分布 x0 たす v はこのようになる。
ここでデルタ t を 0.1 として、先ほどの方法で時間積分を行い、1秒後の分布を求める。0.1 秒後の分布は x0 足す v×0.1 であるが、先ほどのモーフィングで近似でき、このような分布になる。これを10回繰り返し、1秒後の分布を求めるとこのようになり、単純和で求めた1秒後の分布と近い形状の分布になっている。こちらは、デルタ t を 0.01 と細かくして同様のモーフィングを100回行い、1秒後の分布を求めたものだ。これも単純和で求めた分布と近い形状になっている。こちらはデルタ t が 0.1 の場合の2次元分布をモーフィングにしたものだ。2次元の場合、1次元のように等高線を特徴点とするモーフィングができておらず、1秒後分布が十分な精度で近似できていない。Python の補完において、グリッドでないランダムな点の3次元補完を行う方法がうまくいっておらず、成功していない。今後改善を行っていく。今回の例題は4回目の動画で行った車線変更制御を行う場合のリスク設計を行う。前回はレーダーで初めて検出した位置の分布を x、同時に検出した速度分布を v とすると、t 秒後の後続車の位置を x たす v×t で求めた。今回はこれをデルタ t イコール 0.1 として、x たすシグマ v× デルタ t のように時間積分で求める。前回は2次元分布として求めたが、2次元の時間積分はまだモーフィングの精度が低いので、前回使ったデータの縦方向のデータだけを使って1次元分布で求める。いつもの GitHub から4回目の動画を使った CSV ファイルを再度ダウンロードして、縦方向だけのデータからヒストグラムを作成するとこのような分布になる。これはそれらしく生成したダミーデータであるが、センサーで検出した位置はほぼ一定の距離で検出しているが、道路環境の影響を受けてかなり接近してから初めて検出されたデータもそれなりに存在する。ダミーデータはそのようなデータを模擬して作成した。後続車の速度分布や自車の車線変更後の位置分布は自車の初期位置に対する相対的な分布である。全体の演算フローを説明する。センサーが最初に検出した後続車の初期位置分布と後続車の速度分布から先ほどのモーフィングを行い、デルタ t 秒後の位置分布を求める。これは n 回繰り返してデルタ t×n 秒後の位置分布を求める。その際、4回目の動画で説明した時系列相関を考慮する必要がある。ツールではこの繰り返し数 n と時系列相関を指定して同じ演算を自動で繰り返すことができる。デルタ t×n 秒後の位置分布と自社が車線変更後の位置分布から3回目の動画で説明したバランス設計を行い、車間距離の余裕がなくなる確率を求めることができる。分布 .exe をダブルクリックするとこのような画面が立ち上がる。インプット1とインプット2は今までと同様データファイルを選択して CSV ファイルを選択する。この場合にインプット1では detectposi.csv、インプット2では detectspeed.csv を指定する。さらに無視する行、読み取るデータの列、分割数などを指定する。演算のプルダウンメニューではシミュレーションという項目が追加されており、出力するファイル名、分割数、デルタ t の値、時系列相関を考慮する場合は、その後に1を指定する。最後に繰り返し数を指定する。繰り返し数で1を指定する場合、生成された NPZ ファイルをインプット1で指定して、次の演算を繰り返す。繰り返し数で1より大きな数字を指定すれば、自動的に演算が繰り返される。所定時間後の位置分布が求まったら、その NPZ ファイルをインプット1で選択。自社が車線変更した後の位置分布、LaneChange.csv をインプット2で選択して、抽出するデータの位置を指定。演算のプルダウンメニューで %2 を選択して、出力するファイル名、単位名、累積方向を1と指定してエグゼキュートをクリックする。演算結果のグラフはこのようになり、
デルタ t×n 秒後の後続車の位置分布と車線変更後の自車位置分布から車間距離に余裕がなくなる確率がわかる。下は上のグラフを対数表示したもので、接近するリスク分布が見える化できている。まとめとして、分布による時間積分を定義して、簡単なシミュレーションが可能であることを示した。これは、既存の様々な微分方程式の解がそのままで、ベクトルを分布に置き換えることで、分布解を求めることができる可能性を示したもので、既存のモンテカルロシミュレーションや確率過程における伊藤積分とは全く異なるアプローチである。今後はこの分布による積分を拡張して様々な方程式の解やシミュレーションが可能であることを示していく。だから皆さん、ぜひともチャンネル登録をお願いします。ありがとうございました。